始まりました。配当成功 30% から 40% に引き上げ、2014年11月から実施されると、配当利回りが 3.75% に株価上がるパターン。サーラコーポレーションは2024年7月5日に業績予想の修正と配当方針の変更を発表しました。最もインパクトがあるのは、配当成功を 30% から 40% に引き上げ、より高い配当利回りが期待されて、投資家にとって魅力が増しますね。この銘柄は、時価総額500億円で小型株認知度がまだ低くて、市場全体に広がっていなくて、で、先にエントリーすることで、配当収入のインカムゲインと株価上昇のキャピタルゲインの両方で利益を上げる絶好の機会。僕は先週エントリーして出来高を見ても需要が高まっていくんじゃないかなと。需要が高まれば売却して利益確定する投資家より購入してエントリーしてくる投資家の方が増えてくるから、株価の板っていうのが上がっていくっていうことが予想されます。VTuber の僕が家族や自分のために利益や期待できる株を分析して投資家出身者に限らず悩んでること。それは株をいついくらでエントリーしていくらになったら利益確定するのかとか値段設定も公開してるんですよね。すごく珍しいじゃないですか。この世界は不平等。社畜の大半っていうのはわけもわからず税金を取られて文句言わないバカな人間に高い税率を課して不労所得で社畜が会社に貢献した利益で生活する貴族っていうのは優遇した税率。そういう人たちしかこの動画っていうのは見ないので、これを見ている皆さんはバカな社畜ではないと明確に目標を持ってその達成に向けて努力している人たちです。一緒に1銘柄を分析して利益を獲得してこの世界を楽しんでいきましょう。株式会社サーラコーポレーション証券番号2734はエネルギー、エンジニアリング、ハウジング、カーライフサポート、アニマルヘルスケア、プロパティといった多岐にわたる事業を展開する企業です。本社は愛知県豊橋市に位置して生活に密着した様々なサービスを提供しています。僕自身が愛知県豊橋市に住んでいるということで、電気とガスはサーラコーポレーションを利用しています。僕を含め地域に密着している企業なので、応援する気持ちで取り上げました。サーラコーポレーションの主な事業である LP ガス事業は手堅いビジネスです。電気とガスを頻繁に変えるっていうのはめんどくさいじゃないですか。だから、一度顧客と契約を結ぶと長期にわたって定期的な売上が確保できるためです。このように継続的に利益が確保できることからストックビジネスとも呼ばれています。今回取り上げたサーラコーポレーションは配当成功を30から40に上げると言いましたよね。この変更は2024年の7月5日に発表されて、この新しい配当方針により株主の配当がより充実したものとなりますね。そうするとそれありきで長期保有するような僕みたいな人が増えてくるのは至極当然なんですよね。時価総額は500億円っていう小型で、あまり知られていないっていうか、愛知県の豊橋市っていう局地戦を挑んでる企業なので、株価が大きく変動する可能性がある。僕がこう言っちゃうとね、どんだけ動くかは知らないけど、両方のキャピタル、インカムゲインの儲けが期待できるかなと思って、予想年間配当期に関して2024年11月は年間30円配当を予定していると、これに基づくと利回りが 3.75% になるわけです。で、チャートを見てお得か検討すべきかっていう点に関して、値動きが激しいようには感じると思うけど、実際のレンジ幅は 10% 未満。最近週足を見ても上がり始めたので、500株購入しました。もちろんそれは決算の報告が良かったりとか、みんな買いに急いでるっていうのが数値で確認できたので、エントリーしました。今回1月5日の決算で良かった点。それは過去10年間売上と営業利益の推移です。リーマンショックによる一時的な低迷はあったものの、2017年以降は増収増益が続いています。経常利益は前年同期比 7.9% 増えて 61.27 億円となった。その要因はデリバティブ評価益の増加によるもの。デリバティブ評価益っていうのは企業が保有する株式、債券、通貨とか金融商品であって、その評価額が上がったから定されてますね。で、総資産は1962億円で前期と比べて 6.97% 増加した。配当は去年と同じ13円を維持しており、通期では30円に増配する予定。サーラコーポレーションの主要事業であるエネルギー、電気、ガス、それぞれの市場に動向に大きく影響を受ける業界です。エネルギー事業においては、円安とか原油の高騰が売上高の減少の要因となっていたり、顧客自体は離れっていうのがないものの、エネルギーのまた、日本円の変動によって売上が上下するっていう、あとはハウジング部門の
完成工事減少が課題です。一応、ハウジング事業というのは新商品の投入により受注というのは回復しましたが、地域の新設計、新設住宅着工件数の減少が影響しています。採点を行ってみると、財務健全性が25点満点中20点。で、成長性が18点。成長ポジションが20。で、将来性が17。で、総合評価は100点満点中75点です。一番低いのは将来性です。地域に密着して顧客離れっていうのはないものの、人口が増えるっていうわけでは今の日本ではないので、成長性、将来性に関してはかなり低い点数です。一方で高いのは市場ポジションと財務の健全性ですね。見通しが立ちやすいから投資家としてはプラスになる。結構好き嫌いが分かれる銘柄じゃないかな。じゃあ、商標してみましょう。投資の判断として、株式会社サーラコーポレーションはエネルギー事業における売上の減少っていうのは見られるものの、経常利益は増加しており、財務健全性も維持されている。成長性や市場ポジションにおいても、一定の期待評価っていうのはできるけど、将来性に関しては懸念が残るという。全体的に投資対象としては、めっちゃ進めるっていうわけではなくて、中程度ですね。ただ僕が住んでるところの企業なので応援したいなと思って。小型銘柄は流動性が低いし、取引の量というのは少ない。で、そうすると大量の株式取引が行われると株価の変動が大きくなるんですよね。それは逆に今買う人たちにとっては有利だな。僕が今すでに買ってるので、有利だなと。500株ですけどね。業界比較で見てみると、割安で放置されてマイナスな企業だということがわかります。後でこれ見ていくんですけど、逆に注目が集まることで適正な株価、今の2、3倍ぐらいに株価が跳ね上がる可能性だってあるかなと僕は思っていて、再現性を考慮すると実際上がるか上がらないかはどうでもよくて、配当成功 3.75% と優待をもらう確実な戦法が現実的でしょうね。見慣れた株価指標を見ていきましょう。時価総額はさっきも言ったように534億円と小さいです。流動性っていうのが割と低いので、株価が大きく変動する可能性があります。PER っていうのは 9.9 倍で割安とされていますけど、知名度が低いほど買いたいというような需要が低いから割安で放置されているっていうのはよくあることですよね。だから業界で比較してみます。類似企業で比較すると、静岡ガスがだいたい実価総額が一緒、企業価値が一緒ぐらい。で、PER が13倍。で、サーラが 9.9 倍なんで、割安かな。上の東海ホールディングス、大きい企業で知名度が高くなっても、14.3 倍で、これと比べても割安で、配当金は、配当成功 40% に上げるとなると、最も高い利回りになりますね。自己資本比率は 40% で、業界水準っていうと、下の方、だけど危機的レベル化。っていうとそうでもないし、投資に積極的に回していることが伺えますね。株価の上昇に対して、この PR の割安度っていうのは失われつつあるけど、まだまだ14倍ぐらいにはなるだろうとね、配当も高いっていうこともあって、配当はこの10年間だと1回も減配はしていないみたいですね。今回直近で配当成功は 27.3 に対して40に上げるっていうと結構上がりますよね。今回の業績は見た。配当金も見た。じゃあ次は信用倍率を見てみましょう。出来高とかを見て、勘定が事実の数字でわかるということで、時価総額は500億円っていう小さめに加えて、特定株が40で不動株が 12% っていうと、半分くらいが未公開株なのかな。そして不動株、これが 12% っていうのは、割と低めですね。だから流動性が低くて株価が変動が大きいけど不動株が小さいためにそこまでっていうか動きっていうのは制限されるんじゃないかな。今回の信用取引が株価に及ぼす影響っていうのは皆無じゃないかな。一方で投資家心理を分析するには欠かせないデータです。さて発表前の信用出来高、信用取引のやつを見てください。発表前の2020年7月5日のやつは信用倍率が 2.79 倍、出来高が27万株ぐらい。この時の投資家の心理っていうのは信用倍率が下がって出来高も減少、投資家の関心が一時的に低下している可能性があるとされています。で、それが決算発表した後、7月12日ですね、信用倍率が 8.38 倍に膨れ上がっている。出来高が40万株。投資家の心理、決算見てからの変化ですね。高い信用倍率と比較的高い出来高は買いが優勢であり、多くの投資家が株価の上昇を期待していることを示すっていうことになる。以上を踏まえて方向性を考えてみよう。サーラコーポレーションの現在の信用取引情報と業績を考慮するとエントリーのタイミングを見極めることが重要です。信用倍率が高く出来高が増加している場合は買いエントリーの期待が高まりますが、過度の楽
かもリスクを伴うから、やっぱり一応見といた方がいいよと。業績が好調であるために、長期的な視点で見れば、投資の価値が高いと考えられます。おすすめのエントリーの方法としては、短期トレードだったら、信用倍率と出来高の変動を注視して適切なタイミングでエントリーする。それが難しいんだけど、長期は業績の改善を見据えた長期保有で、配当とキャピタルの両方を狙う。これはタイミングが多少違っても、時間でカバーすることができる。その両方を取ってみようっていうのがアルゴリズム。配当金以上の利益が出れば、売却して、割安で動き出した銘柄にチェンジすることで、資産を増やすことができると思う。で、これからつぶやくアルゴリズムの設定を独り言としてね、発信しています。アルゴリズム何がいいかっていうと、この注文を利用することで、投資家は自ら市場を監視する必要がなくなります。これだから、時間を節約して、他の重要な活動に集中することができるから、サラリーマンとか、僕みたいに投資より YouTube やりたいよとか、あとは効率的な取引ですね。人間の感情に左右されずに設定されたルールに基づいて自動的に取引を行う。これがどういうことかっていうと、ね、めっちゃすごいじゃないですか。迷うってことがないから、人間の迷うっていうことは決断ができていない。何回も同じことを考えるっていう、そうすると精神的にも良くないし、リタイアしてしまう。株が嫌になってしまうっていうのがある。全然面白くないじゃないですか。これが設定してしまうことでもう迷わない。自分が予想したことに対して外れたんだったら理由を調べることができてスッキリする。ということで発表していきます。基準値または現在値。880円。現在は830円より下になってると思うね。ただ、配当成功を考慮すると880円以下で買えたんだったら、いいんじゃないかな。長期で保有しても時間でカバーすることはできると。じゃあこれを基準として、損切りのラインは801円。これに達した場合は、損失を最小限に抑えるために、ポジションを売却する設定。これは880円の 91% に相当してリスク管理のための重要な設定。トレーディングの開始ラインが基準値の880円の 106% に相当する価格である933円。この価格に達した場合トレーディングを開始して利益を確定するための戦略を実施します。次、利益確定の幅。これは基準値の 3.3% に相当します。トレーディング開始ラインに達成した後、この幅だけ下落した場合に利益を確定する。ここからもうトレンドが始まるのではとか、下がってる間、今上がってる銘柄にシフトチェンジした方が資金効率が上がるのではという僕の考えです。アラーム設定は上が930円。これはこの企業が認知されて、株価が適正に反映され始めた PER が上昇している最中でしょうね。やっぱり僕の考えって、正しかったなと、ほっとするだけの設定です。加減設定の780円。予想と違うな。なんでそうなったのっていう僕が分析するやつと、リスク管理のためのアラーム設定です。僕と同じ設定をしてると、儲けていくって言って、で、コメントで報告してくれるっていう人を見かけるので、やっぱ YouTube やっててよかったなって思いますね。思う時です。僕の場合はね、資金が700万円ぐらいの少ないので、少額なんだけど、投資の勉強をしてる、研究をしてると思って株をやっています。だからね、飽きないんですよね。この動画をコメントしてくれると、いいねとか、シェアボタンより大きい影響を受けるんですよ。どうしてかっていうと、この内容を見ないとコメントってできないじゃないですか。コメントがあると、たくさんの人にお勧めされる。結果、1ヶ月でね、チャンネル登録者数が1000人増えて、登録者が前回の動画から一気に増えて、13000人に登録者が増えました。いやー、嬉しいですね。予想はしていたけど、いざなってみると嬉しい。同じ考えの人がいるっていうのが僕は嬉しいですね。まだまだこんな賢い人たちがいるのかって。さて、なんで今回一銘柄で短くしたかっていうと、今日からね、僕富士山に登るんですよ。今収録しているのが5時で、8時に起きていくんですよね。そっからその日に登って、山小屋で泊まって、ご来光を見るっていう。できるかわかんないけど、割と無理な計画かな。で、体調もね、去年は病院に行ってて、それで毎年富士山が登れなくて、体力が落ちてるはずなんですよね。自律神経が失調症になってね、精神が参ってる状態だからパニックになるかもしれないけど、それでも日本一の富士山に登って、もし登れたら自分の症状っていうのかな、克服できて自信を持つんじゃないかと思ったんですよ。近場近ですね、本当に。なんでそんな危険なことをするかっていうと、人生の最後に残るのは思い出だからです。6月に僕の95歳のじいちゃんが死んだ時に、遺品からアルバムが出てきたんですよね。最後までアルバムを見て過ごしていたってヘルパーさんからも聞いて、やっぱ思い出って大切で、お金は使って減っていくかもしれないし、死んでも持っていけないけど、思い出っていうものは最後に残るんだなって、若いうちから思い出作りっていうのは
やって、若い今だからこそできるその無茶なことっていうのね、やって面白い人生だったなって。YouTube 活動だってそうです。やってみて、思い出を作ってるっていうのかな。タイトルにあったゴールから逆算せよ。ゴールを決めておけば、寄り道せずに願望に最短ルートで進むことができます。これって富士山の登山に似てるんですよね。富士登山をする人っていうのは目標とか趣味をすでに持っているとか、起業家がある一定数多いような気がするんですよ。やっぱりお金がないと登ることなんかできないし、宿泊するのに2万円とかかかりますからね。で、富士山という明らかに物理的に目に見える目標があるから、一歩一歩ずつ地味に歩いていって視界がちょっとずつ上がっていくっていうのが面白いんですよね。これって人生とか自分の目標とか課題と一緒なんですよ。見えるようにするっていうのが、それをもう一回思い出しに行くっていうのが富士山を登る、日本一を登るっていうこと。皆さんはどういう人間になりたいのか、何が欲しいのか、もちろんゴールっていうのは変わっていい。ほとんどの人のゴールは途中で変わる。生きるとは変化することだから。結論、自分が何をやりたいのかわからないっていう人はとりあえず好きなことが見つかるまで何でもやってみる精神で行動すると充実した時間が過ごせます。ゴールを明確にすることです。体調とかね、病気とかあっても自分が完璧な体調で登れるっていうのはいつ来るかわからない。動画だってそう。YouTube の台本を作って理想とは程遠いものができてしまった。作り直していたりすると1ヶ月ぐらいの更新頻度が開いたりする。そうするとみんなから忘れられてしまう。自分の中で完璧になるまで行動しないという考え方を持ってしまうと展開が遅くなって夢にたどり着く予定時刻がどんどん遅れていく。大抵の人間は目標を達成することなく人生を終えた後になってしまう。到着予想時刻が人生を終えた後になってしまうから一般的に夢を叶えるのは難しいよ、無理だよっていう人がいて当然なんですよね。やっぱりこう中途半端に出すし無茶なこともするから人の批判 Twitter とか YouTube でね、そういうアンチコメントとかもらうことがあるし、みんなも文句言われたことある。それが怖いっていうことあると思うんですよ。でもそもそも私たちは決して完璧ではないし、人間自体が完璧ではないし、どれだけ時間をかけても完璧になることっていうのはない。それは100点の映画とか100点の料理がないっていうのは同じこと。だからいつも100点の完璧な状態になったら行動しようとか、100点の状態になったら作品を YouTube を公開しようっていうのは、そんなこと言ってたら死ぬまでできない。まとめていきますね。完璧を目指して準備をしていたら一生準備っていうのは終わらない。だから大切なのは時間の制限を決めて、その時間内でできるところまで準備したら勇気を持って行動すること。自分で決めるとどうせ先延ばしになるっていう人結構いるじゃないですか。そういう人は時間に決めてもらうこと、期間に決めてもらうってこと。決めた時間になったら動き出す。例外はなし。それでは皆さん、遊びも仕事も全力でやっていきましょう。今週僕もね、富士山全力でやっていきます。Twitter でね、報告してるかもしれない。みんなが評価することじゃなくて、僕が評価する。僕の最高の思い出にしたいから登る。それでは皆さん、来週また会いましょう。バイバイ。サーラコーポレーション、収録した時から比べて20円下がったんですね。で、下がったっていうのもあって、短期組が抜けたから、もっと下がることってないんじゃないかなってメンバーで話してたりしてました。で、10円とか切ったんだったら僕200株買い増します。以上、中間報告です。結果報告を行います。なんと、登れましたという。登山して11年目。で、まあ8回くらい登ってるんですよね。だからさすがにスケジュール組むのが結構プロってきて、本当に強くて、本当に寒かったんですけど、気合で登っていって、もしこれが登ることができたんだったら、もう病気のせいじゃないな、体力は人よりあるんだっていう自信がつくし、一つの目安だったんですよね。ご来光の様子がこれなんですよ。すごいね、雲海、日が昇ってくる。見れるのが確か2、3回目ぐらいかな。なかなかね、行っても天気に恵まれなかったりとか、体力が持たないっていうことがあったので、やっぱり日本一の眺めっていうのはそれだけの価値で死ぬような思いをしたから、この登山から下山したご飯ってすごく美味しいんですよね。カニの食べ放題だったんですけど、うなぎも食べ放題で、アワビの踊り食いとかあったり、で好きなもの食べたりね、最高に美味しかった。で、その次の朝ごはんも、このね、いくらかけ放題とかだったから、いっぱい食べて、やっぱ来ててよかった。もっとね、日本一の景色っていうのはリアルな面だけど、今後このチャンネルが大きくなって、会社ができて、どんな景色が見えるかなって、そして頑張ってきてたなって思える日、絶対来ると思うんで、頑張ってるんです。やっぱり変わり者がいるから、みんなと違うことするからね、みんなと違う結果になる。普通のことなんだけど、じゃあそれできてますかっていう、それが難しいんだよね。例えばほら、今回の旅行のフラミンゴ
見る機会があって、ほら、一本足で寝てるじゃないですか。で、その群れから離れて、1羽ね、見てください、これ。普通に堂々とこう、2本足で立ってるんですよ。2本足で。俺はフラミンゴじゃないみたいな。2本足が楽じゃんみたいな。こう、みんな1本で寝てるのに、毎年富士山は登っているので、一緒に僕と一緒に登りたいよっていう人は、メンバーシップピクシブファンボックスに入って、一緒に行こうとかいう時があるので、同席しますとか、コメントくだされば、発言してくれればね、一緒に行きます。こういう旅行が、年に3回、4回ぐらいやっていくので、リアルのみんながどういう顔をしているのか、ね、振る舞いしているのかって、ここは気になるので会ってみたいです。以上、報告を終わります。